皆さんこんにちは、土田光です。今回から新しいシリーズが始まります。コロナ禍でおうち時間が増えて、お子さんと一緒に過ごすことが多くなってきて、この時間を有効に過ごしてですね、お子さんの才能開発をしたい、そういうふうに言われるお父さんお母さんが増えてこられました。そこで週末右脳遊びなんていう本も書かせていただいたんですが、今回から毎回一つずつのテーマで親と子でどんなことをして遊んだらいいかという話をしていきたいと思います。子どもの才能は興味のあるもの、すなわち好きなものから芽生えていきます。我が子の好きを発見し、才能の芽を芽吹かせるということを毎日の数分の積み重ねで実現できます。このシリーズではお子様の才能を引き出し育てることができる親子で楽しめる遊びを紹介していきます。第1回目の今日は形遊びがテーマです。形遊びのポイントは3つあります。1つ目が身の回りにある形を探してみるということ。2つ目がその形をテーマにした絵本、いろいろ出てますのでね、そういった絵本を読み聞かせてあげるということ。そして3つ目、これは年齢の高いお子さん向けですけれども、できるのであればその見た形を線で描いてみるということですね。まずはですね、形を言葉にして教えてあげる。これは丸、三角、四角というところがスタートです。そしてこれが丸だよ、丸いもの何があるかな、これが三角だよ、三角のもの何があるかなっていうふうにお家の中で探してみるということですね。例えばまな板は四角いねとかね、おにぎりを三角に握ってみるよとか、そういう日常会話の中に形を意図的に入れてみるということです。見たものの形を教えてあげた後は、じゃあ他にも四角いもの何かないかなと言って家の中をキョロキョロ子供に見渡させて探させてみるというようなことをやっていくといいですね。丸三角四角が十分に分かったら、少し発展的にですね、星型とか三日月型、またハート型とかね、楕円もありますね。それから三角というだけじゃなく、正三角形、二等辺三角形、正方形、真四角、そういったいろんな言い方も教えてあげるといいですね。で、だんだん大きなお子さんになってこられたら、平面図形だけではなく、ボールみたいなね、これは球って言うんだよとかね、それから円錐形なんていうのもありますよね。ひっくり返すとソフトクリームの持つところとかね、そういうふうなもので、日常的に実はそんな形がいろいろと隠れていますのでね、そういうのを探して、大事なのはですね、二等辺三角形みたいな難しい言葉を覚えるという意味ではなくて、その形の特徴を捉えて、これはどの仲間かなっていうふうにね、これは二等辺三角形の仲間だねっていうのが分かるようにすることが大事です。ちょっと例題をやってみましょう。写真を見てくださいね。この中からですね、例えばこの赤いのは何だろう、これはロードコーンって言うんだよ。これロードコーンっていうのはね、パイロンとかね、三角コーンという呼び方もありますけど、これはどんな形をしているかなというふうに声をかけてみたり、この家の窓はどんな形をしているかな、あるいは道路に白い線があるよね、この白い線のこの部分はどんな形になっているかなっていうふうにね、指さして聞いてあげてみたり、そういう意味ではもう教材はありとあらゆるところにありますのでね、そこからいろんな形を見つける、形に親しむ、形の名前に親しむということをやっていただくといいかなというふうに思っています。いかがでしたでしょうか。日常生活の中でお子様に形を意識してもらえるような声かけ、そしてクイズ、それを出して親しんでいくようにいたしましょう。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。